皆さん、こんにちは。ひなです。いつも私のポッドキャストを聞いてくださってありがとうございます。皆さんは告白という言葉を聞いたことがありますか？日本では好きな人に対して付き合ってくださいという気持ちを伝えることを告白と言いますが、実は私、最近この文化について少し考えることがありました。周りの人と話す中で、最近は告白せずに自然と付き合うようになったという話を聞くことが増えてきて、それって本当にいいことなのかなと思うようになったんです。今日はそのことについて話してみようと思います。まず、日本の告白文化について簡単に触れておきます。日本では好きな人がいたとき、付き合ってくださいと直接気持ちを伝えることで、初めてカップルという関係が成立するというのが一般的な流れです。ドラマや映画でも告白のシーンがよく描かれているので、皆さんもどこかで見たことがあるかもしれません。ただ、これは国によってかなり違うと思います。告白という明確なステップがなく、自然に距離が縮まっていって、いつの間にか付き合っているというのが一般的な国も多いですよね。そういう意味で日本の告白文化は、ここからが付き合っているという関係の始まりをはっきり定義するものだと言えると思います。ただ、最近私が周りの人と話す中で感じることがあります。それは年齢を重ねるにつれて告白せずに自然と付き合い始めたという人が少し増えているように感じるということです。もちろん30代や40代でも告白してから付き合うという人はたくさんいますし、これは個人差も大きいと思います。ただ、私の周りの話を聞いている限り、若い頃に比べて年齢が上がるにつれて関係の始まり方が変わってきている人が少し多くなっているように感じています。では、なぜそういった変化が起きていると思いますか？年齢を重ねるにつれて恋愛に対する姿勢が変わってくることが一つの理由として挙げられると思います。若い頃は失恋しても比較的気持ちを切り替えやすかったかもしれません。しかし、経験を重ねるうちに告白して断られた時の痛みや大切な友達関係が壊れてしまうリスクを知ってしまいます。また、若い頃よりも結婚を意識するようになり、相手選びが慎重になることで、相手も同じ気持ちだろうかと確信できるまでは言い出せないという状態になる人もいるのではないかと思います。また、年齢が上がるにつれて人間関係が複雑になってくることも関係していると思います。学生の頃は友達グループの中で好きな人ができても、比較的関係がシンプルでした。しかし、社会人になると職場の同僚だったり、共通の友人がいたりと、告白して断られた後も関係が続く状況が増えてきます。そうなると告白することで生まれるリスクが若い頃よりもずっと大きく感じられるようになるのかもしれません。怖さを知っているからこそ、一歩を踏み出しにくくなることもあるのかもしれません。これは恋愛に限らず、経験を重ねることで生まれる心理だと思いますが、特に恋愛においては、その影響が出やすいように感じます。では、告白せずに関係が曖昧なまま進んでいくと、どんなリスクがあるんでしょうか？これについてもちょっと考えてみました。告白は結婚のように契約書があるわけではありませんが、ある種の関係の確認、関係の契約書だと思います。私はあなたと付き合いたいという気持ちを言葉にして伝えて、相手がそれを受け入れることで、お互いの立場と関係がはっきりします。ところが、その確認がないまま関係が進んでしまうと、
お互いの認識にズレが生じていても気づかないまま関係が続くことになります。例えば、一方はもうカップルだと思っているのに、もう一方はまだ友達の延長だと思っているということが起こり得ます。その状態で付き合っていないと思っている側が、他の異性とデートをした場合、カップルだと思っていた側からすれば、浮気されたと感じるかもしれませんが、本人は付き合っていたつもりがないので、浮気だとは思っていません。この場合、どちらが悪いとも言えないので、大きなトラブルに発展してしまうことがあります。さらに、最近の日本では、マッチングアプリで出会う人が増えていて、複数の人と同時に連絡を取りながら会うという状況も珍しくありません。そのような状態では、関係をきちんと確認していなければ、いい雰囲気になっていても、お互いがカップルだと認識していないという状態が生まれやすくなります。ただ、ここで一つ考えてほしいことがあります。告白文化がない国でも、長続きするカップルはたくさんいます。つまり、大切なのは必ずしも付き合ってくださいという言葉そのものではなく、お互いが今どんな関係だと思っているのかを確認することなのかもしれません。私自身は告白という形にこだわる必要はないと思っています。ただ、お互いの気持ちや関係性を言葉で確認する機会はとても大切なのではないかと思います。恋愛に限らず人間関係では言わなくても伝わるだろうと思っていることほど実は伝わっていないことがあります。だからこそ自分の気持ちを言葉にすることには意味があるのかもしれません。今日は日本の告白文化について考えてみました。告白文化の背景にある心理や関係が曖昧なまま進むことのリスク、そして大切なのは形ではなく確認することだということを話してきました。皆さんの国では告白という文化はありますか？また、恋愛の始まり方についてどんな経験や考えがありますか？ぜひコメントで教えてください。こういったテーマについて日本語で自分の考えや気持ちを深く話す練習をしてみたいという方は、オンラインレッスンもしていますので、ぜひ来てみてください。それでは今日はここまでです。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。